皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。Yahoo! 知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速いってみましょう。質問1、ゆっくりムービーメーカー4 YMM4 について質問です。ある画像に重量を表示させています。最初の重量は表示された時と同じ位置に、10秒経ったら5秒で下に移動するようにしたいです。また移動後は定位置で表示が終わるまで動かないようにしたいです。この場合、動き出しの時点と動き終わりの時点でカットして別の画像として編集するしかないでしょうか。よくあるキーフレームの設定を YMM4 でもできないかという相談です。2021年11月13日、質問に YMM4 ってキーフレームもないんですか？スマホアプリ以下じゃないですか。2022年6月13日ということなんですが、私もこれ悩みました。というのも、ゆっくりムービーメーカーのよくある質問の中には、キーフレームに関する記述がほとんどないんですね。唯一あるのは、アニメーションスライダーを使用する方法、いう一文だけなんですね。ただ初心者は私同様、この説明では理解できません。そもそもこの座標という概念がわかりません。スマホのアプリではない概念ですよね。この X、Y というのはなので座標の意味から説明していただけないと理解できないんですよね。私も X とは横の位置、Y とは縦の位置だろうとは想像していたんですが、どこが起点 X0、Y0 なのかがさっぱりわかりませんでした。最初、左下が起点 0.0 だと思っていたんですが、どうも違うようです。で YouTube を検索していたら説明動画を発見しました。なんと画面中央が X0、Y0 の起点になるようです。で X の場合は右に移動するとプラス、左に移動するとマイナス、 Y の場合は上に移動するとプラス、下に移動するとマイナスとなるようです。では画面の終点の数字は何なの？ということなんですが、これは画面サイズによって変わってきます。通常の 1920×1080 の横長の画面ならば、マイナス 1920÷2 からプラス 1920÷2、つまり X はマイナス960からプラス960の範囲となります。同様に Y はマイナス 1080÷2 からプラス 1080÷2、つまりマイナス540からプラス540となるわけです。では、移動するにはどうしたらいいかということなんですが、これは描画のところに現在の X、Y の座標点が書いてありますが、その横のマイナスをクリックすると移動位置と移動方法を指定することができます。つまり単純に、例えばアイテムを水平に0画面中央からプラス960画面右端まで移動したいとするならば、直線移動をクリックして移動したいタイムをクリックして移動後の座標をプラス960に指定するということになります。つまり X の上の数字が起点の0、下の数字がプラス960と指定すればいいわけです。これが YMM4 での移動方法の基本となります。あとは移動の方法、直線移動なのか、加減速移動なのか、ランダム移動なのか、その他いろいろ指定できるというわけです。つまりキャップカットならばキーフレームとグラフで指定するのを YMM4 では移動方法を言葉で指定するということになります。その他にもアイテムの登場時、退出時のアニメーションとして画面外から登場するとか、回転しながら登場するとかをエフェクトの登場退場で事細かく指定することができます。いやー YMM4 って奥が深いですね。しかしまあこれで YMM4 を使う上でキーフレームの使い方に不安はなくなりました。続けて勉強していきたいと思います。以上です。